こんにちは、What's up? 忍ジャパニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は新しいフレーズ、やっぱりについて話します。それでは始めましょう。はい、皆さんはこのフレーズ、やっぱり聞いたことありますか？一番有名な英語の言葉、英語の意味は I knew it とか As I expected だと思います。確かによく使います。でも今日はそれだけじゃなくて全部で3つのやっぱりの意味を紹介します。なので楽しみにしていてください。動画を全部見た後、皆さんがこの3つのやっぱりを使えるようになっていたら嬉しいです。はい、じゃあまずは1つ目のやっぱりの意味と使い方を紹介します。意味はさっき私が言ったI knew it とか As I expected の意味です。例えば、家の近くにとっても美味しい大好きなレストランがあります。そのレストランに行くといつも何でも美味しいです。じゃあ今日も友達とそのレストランに行きます。はい、じゃあレストランに行って今日はね、じゃあどうしようかな。カルボナーラを注文します。はい、そしてカルボナーラが来ました。美味しそう。そしてはい、カルボナーラを食べます。この時、このレストランの食べ物はやっぱり美味しい。やっぱり美味しいですね。はい、もう美味しいと分かっています。知っています。でも、やっぱり美味しい。やっぱり美味しい。はい、こうやって使います。それから他の例です。例えば、天気予報。皆さん知っていますか？今日は雨です。明日は晴れです。ちょっと曇りです。これを天気予報と言いますね。英語で Weather Forecast。 はい、じゃあ今日の朝テレビで天気予報を見ました。今日の天気は午後から雨が降ります。 OK。 そしてじゃあ今日午前中働いて、はい、午後になりました。雨が降り始めました。やっぱり今日は雨ですね。やっぱり雨が降りましたね。この感じです。はい、やっぱり雨が降りましたね。はい、じゃあこれが2つ目の、I knew it のやっぱりの使い方です。じゃあ次、2つ目のやっぱりの使い方。これは changing opinion。 意見を変えるとき、やっぱりを使います。顔はね、やっぱりこんな感じです。じゃあ、シチュエーションを紹介します。じゃあ今回もレストランの例を紹介しますね。じゃあ私とあなたでレストランに行きます。そして注文します。すいません、注文お願いします。そして店員さん、はい、ご注文どうぞ。で、私がじゃあ、この唐揚げじゃないか、どうしようかな。やっぱり使っちゃった。カフェにしようか。やっぱりカフェにしますね。これもチェンジングオピニオンですね。すいません、ちょっと分かりにくいかな。
レストランじゃなくてやっぱりカフェにします。OK？ じゃあ一緒にカフェに行きます。じゃあ私はストロベリーショートケーキと、カフェラテのホット注文します。すいません、ストロベリーショートケーキ1つとカフェラテのホットお願いします。で、この時ホットじゃなくてやっぱりアイスお願いします。やっぱりカフェラテのアイスお願いします。はい、わかりましたか？この最初はホットと言いました。でもactually の感じ、やっぱりアイスお願いします。はい、この時やっぱり使います。そしてこの、今のシチュエーションを説明するとき私は使いましたね。レストランじゃなくてやっぱりカフェのシチュエーション使います。これも Changing Opinion のやっぱりです。OK じゃあ、今2つの例を紹介できました。じゃあ次3つ目のやっぱり、これは Conclusion のやっぱりです。英語の翻訳は After all だと思います。この3つ目のやっぱりのシチュエーションはこれです。例えば私は今年の10月にアメリカに行きます。多分ね、アメリカに行きたいです。でも最近アメリカのいろんなニュースがありますね。だからちょっと危ないとか、いろいろ聞きます。だから今迷っています。行きますか？行きませんか？どうしようかな？ずっと考えています。でも私の生徒さん、アメリカに住んでいる生徒さんたちに私は10月アメリカに行きますってもう話しています。でも just example、 例えば、アメリカに行くのがもっと危なくなって生徒さんにすいません、やっぱりアメリカに行きませんとか、ずっと考えてconclusion、たくさん考えたけどやっぱりアメリカに行きませんとか、アメリカに行かないことにしました。これは、dictionary form ことにしましたとか、ないフォームことにしました。意味は I decided to do something とか I decided not to do something の意味ですね。やっぱりアメリカに行かないことにしました。I decided not to go to America after all みたいな感じです。この conclusion のやっぱりがあります。はい、じゃあ今日は3つのやっぱりを紹介しました。皆さんはいくつのやっぱりを知っていましたか？そして、今は自分で文が作れそうですか？この新しいフレーズを勉強した後、絶対自分で文を作ってみてください。この、ポッドキャストのコメントを使って1つ目のやっぱり、I knew it のやっぱり、2つ目のやっぱり、Changing Opinion のやっぱり、そして3つ目、Conclusion のやっぱり、全部のやっぱりの文を作ってくださいね。はいそれでは、皆さん今日もよく頑張りました。お疲れ様でした。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで一緒に楽しく日本語を勉強しましょうね。それではせーの、ニンニン、またね。